せる努力くらいしてって思うんだけど、悪役のベイダー見れて嬉しかったな。曲の入り方とか、あの曲いいんですよ。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。このポーズいいですね。このいいですよね。なんか実際に昔推奨されてたポーズって風の噂で聞いたんです誰になんかその銃の精度が低かった頃になんか半身にするとこう当たりにくくて、向こうから敵からそうなんですよ。で銃口が相手に近づいて心臓がこっち側だからこう昔の銃の貫通力だと心臓に達しにくい。だからトルーパーのやつが1個も当たらなかったんですよ。いやもうそれはもうアタルとかと一緒だから。ハンソロ僕見てないんですよね。僕見てないです。俺1回目見てまずハンソロが全然似てない。あとあれランドも出てくるのよ。ランドも全然似てない。もうさ、似せる努力くらいしてって思うんだよね。諦めたんですか。諦めてるっていうか、俺なんかその政治的な何かが働いたんだろうかとすら邪推しちゃって、要するにこの役者さんをプッシュしましょうっていうよくあるじゃん、事務所からのプッシュでこいつ使ってみたいな、そういうなんか経緯があったんだろうかっていうほど、もう全然似てないのよ、ハンソロの顔が。で、ランドも似てないの。せっかくランドって出てくるから、ランドの若い頃ってこんな感じだったんだと思いたいんだけど、いやもう骨格から違うじゃんっていうさ。だもうちょっと似てる役者さん選んでよって思うわけ。ほら、もうすぐマイケルやるじゃん。はい。マイケル・ジャクソンの役はマイケルの甥いがやるんだよね。で、PV 見たけどさ、いやすげえ似てるじゃん。すげえ似てますね。ルックもそうだけど、ダンスもすごい努力して練習してるなんかメイキング見たけどさ、そういうやっぱ見ててマイケルだって思いたいじゃん。そういう努力してって思うんだよね。もう入り込めないのよ。なんかもう情報としてハンソロの若い頃って入ってこないのっていうのでもう嫌いだったんだけど、それはもうそう作られて上映されちゃったからしょうがないじゃん。で2回目もうそれ分かった上で2回目見てみたら、ようやくストーリーがスッと頭に入ってきてまあなしじゃないかなっていう評価には僕の中で落ち着きました。見る価値はあると思いますよ。あとさっき話したハンソロとクリードのしょうもない改編の歴史を知ってみると、この監督やっぱり改編前が好きだったんだなっていう。ローグワンは？ローグワン見ました。僕、ローグワンあれですね、娘が初めて見た映画館で見た映画の方ですね。てか連れて行ったわけでしょ？連れて行きました。へいや、スター・ウォーズで英才教育とかそれいい教育されてますね。そうですね。なんか最初になんかそういうところに入れよう。なるほど。でもそれは娘さんいくつだったの？めちゃくちゃ小さいですよ。2歳、3歳とか。それ見えてるそれ。そんなレベルやったと思いますよ。いやあれね、結末なかなかにシビアな終わり方じゃないですか。それを知ってみるからいいっていうのが映画いいと思いますよね。あれだってああいう映画俺タイタニックと一緒だと思うんだけどさ、タイタニックの映画見るときってもこの船沈むっていう事実は絶対に変わらないから、そう思って見られるじゃん。まさにローグワンもさ、もうあれエピソード4でね、最後のデススターのさ、要塞攻略の会議してる時にさ、秘密の設計図見てここが弱点だっていうことを作戦会議で話すわけだ。その時にこの情報を得るために同胞が命を懸けてその貴重な命を散らしたみたいなことをしんみりと語るシーンがあってさ、それの映画化なわけだから、もう要は見始めた時からこいつら全員死ぬんだっていうところからのスタートになるわけだからさ、それでも命がけで設計図を手に入れて、その反乱軍に届けたんだな。じゃあその
いきさつってどんなんなんだろうなっていう思いで見てるとこうやっぱりグッとくるものがありますよね。ロゴは面白かったですね。ローワンのベイダー好きですね。怖くてほらあれですよ。暗闇からブンって赤いライトセーバープシューって怖すぎるなと思って。でもズン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 来るわけですよ。意外と456のベイダールークのこともあってちょっとアナキンに戻ってるから特に56はその息子のことを考えてるじゃないですか、内心なるほど。ちょっとライトサイドじゃないけど父親としての面がチラチラ見えててそんなに怖くないんですけど、なるほど。ローグワンはもうその任務とか確かに抹殺することしか考えてなくてすっごい怖いです。確かに。しかももうダークサイドに落ちてすぐというかね。確かに。そう悪役のベイダー見れて嬉しかったなと思いました。無慈悲。無慈悲で、それこそあれですよ。だから動きに無駄がないじゃないですか。そんなエピソード3のあんなみたいにもうなんかピンピン動きませんよ、それはもう。いやー3がいっちゃいいですね。でも俺も3の最後のオビワンとアナキンのバトルのところは、あそこだけ何回も見ちゃう。いや、上がります上がりますね。曲の入り方とかもあの曲いいんですよ。チャンチャンチャンあ一回しか見てないからな。ちゃんとなんか見たいなって思ってきました。あ。僕も2も3も1回しか見てないからなんかもうぼんやりなんですよね。俺さっき話したそのハンソロもそうなんだけど、最初に見て1、2、3全編俺嫌いだったのよ。なんかもう政治の話ばっかしてるじゃん。あまあ確かに。もう政治映画見てんじゃねえんだけどなっていうので嫌いだったんだけど、改めて見るとそれ分かった上で見られるっていうのもあって、もう許せるとか許せるから楽しめたっていうのもあって、ぜひ2週目。いや2週目見ないといけないですね。ちゃんと覚えてないしな。いやそうですね。結構細かいとこ忘れますよね。それはぜひみんなでスター・ウォーズ。スクマは見てるんですか、スター・ウォーズ。4、5見たけど、1ミリも刺さらなかった。なんてこと言うんですか。さんがあまりにもうるさいから、一応履修教科としてあったんですけど。いや、でもね、わかる。今、もうその SF 映画って映像にしろ、ストーリーにしろ、もうその演出にしろさ、もうすごいのよ。てんこ盛りでよくできてる、洗練されて。で、スター・ウォーズはやっぱり、こんなん言ったらもう本当にファンの反感買うけど、4、5、6とか、なんていうのかな、別にストーリー的には別にどうってことないじゃん。どうってことないと思います。ねえ、はい、なんだけど、さっき冒頭に話した通り、1977年当時、このリアルタイムで見たけど、あの時代にあれっていうのはもう本当に画期的で、さっきも言ったように、やっぱり SF 映画にもうみんな飢えててさ、すごい SF を見たいっていうところにも、本当にキラ星のごとく現れたのがスター・ウォーズなんだけど、あの頃のやっぱり SF のみんなの概念ってさ、やっぱり先進的技術なわけですよ。未知の技術じゃん。だって宙を浮いて走る自動車なんてものも当然なければ、宇宙空間を飛ぶスターファイターなんてもの当然ないわけですよ。今もない。で、そんなの作れないからこそ、やっぱそのキラキラで出てくるその SF のそういう表現っていうのにさ、胸ときめかしたんだけど、スター・ウォーズの何がすごいって、もうみんな使い古された古びたポンコツみたいなこと言ってるんだよ。ルークが乗ってるスピーダーとかも、だって宙を置いてさ、砂漠を飛んでるんだよ、タイヤもないのに。なんか反重力なのか何なのか知らないけど、そんなのにもサビサビで、空港着いた時になんか二足三門で売れるだろうみたいな話してて、そんな扱いなのって。X ウィングとかももう見るとさ、もうなんていうの、いわゆるそのウェザリング塗装が施されててさ、ミニチュア的にはボロボロなわけ。当時の SF で出てくる宇宙船とかって基本的にそれピカピカで最新鋭のものだったのに、もう映画の中ではなんかもう当たり前のように日常で使ってて、もう使い古されてボロいしっていう。商店の翔太さんがなんか同じような乗り物に関してなんか同じようなことをおっしゃってて、当時はなんか普通に空飛ぶ車だったらバーンとこう堂々と飛ぶんですけど、地表スレスレをこう飛んだりみたいな、その変にオーバースペックじゃないところとかに結構リアリティを感じたっていうか、衝撃受けたみたいな言ってました。
だからその SF ガジェットの扱いっていうのか、その世界観における描き方っていう、その世界観丸ごとやっぱり新しいっていうのが当時あったから、ミレニアム・ファルコンだってさ、宇宙一速いぜとか言うんだけど、ボロボロでもうなんかスイッチ入れるとチュンプスンプスンプスンとかってガンとかウィーンとか動き出してみたいなさ、あんなの SF では当時なかったわけですよ。もう今だってアイアンマンとかさ、トニー・スタークの最新技術でもうピッカピカでカシャカシャなわけじゃないですか。じゃないっていうね、あれは斬新だったし、唯一無二だよね。今もないもんね。僕当時そのストーンウォーズ見てたのってもう本当に家になんか録画されてた日曜劇場かなんかの VHS の録画みたいなのをすり切るように見てたんですけど、あんまそう設定とか何もわからなかったですけど4、5ばっか見てたんですよ。で5がおもんないなと思ってながらなんか見てたんですよ、確かね、今の記憶的に言うと。けどなんか単純に面白かったですけどね、子供の頃見てる時は。まあ僕も子供の時に見てた映画で面白いって言ってるのは、なんかそれとバック・ザ・フューチャーとダイ・ハードと、まあ、ビバリーズ・スコップも面白かったですけど、家にいっぱいその録画したり VHS がいっぱいあったんで、なんかその辺しか見てましたね。VHS は嬉しかったですね、父親の残してくれた VHS は。でももう生まれた時から DVD じゃないの？ DVD ですけど、そのも取って置いてあったってやつがあったと。う置いてあったんですよ。僕も VHS で見れました。タイタニックもそれで見たし、キャッチ・ミー・フー・キャンとかもそれで見た。なんかディカプリオが多かったですね。でせっかくダイアナ8選ばれたので、ちょっとお友達探したいと思います。もうこうやって表見て探してもしょうがないんで、ちょっと裏向きのこいつのお友達を探したいと思います。この辺かな。はい。おーどいよ。まあ同じマーク。